今日は神奈川県川崎市の溝の口駅にやってきたのだ。ここは東急田園都市線と大井町線、そして JR 南武線の2つの駅が並んでいる場所なのだ。東急は溝の口駅、 JR は武蔵溝の口駅と名前が違うけど、実際にはすぐ隣同士にあるのだ。ペデストリアンデッキでつながっていて、改札を出るとすぐにもう片方の駅が見えるくらい近い距離です。田園都市線は渋谷まで直通、南武線は川崎や立川方面へも行けて、とても便利な交通拠点です。1日あたりの乗降客数は2駅合わせて30万人以上とされていて、川崎市内でも有数のターミナル駅になっています。田園都市線の中では渋谷の次に利用者が多い駅なのだ。川崎市の副都心として整備が進められているエリアで、1997年に大型複合施設ノクティプラザが完成して、駅前の印象がガラリと変わったと言われています。今日はそんな溝の口駅を出発して、駅前の商業施設や商店街など周辺を散策していくのだ。訪れたのは午前10時半ごろ、ちょうどノクティプラザの開店時間に合わせてのスタートです。改札を出るとすぐ目の前にあるのがこのひらりデッキなのだ。東急の溝の口駅と JR 武蔵溝の口駅をつなぐ大きなペデストリアンデッキなのだ。屋根付きの通路が長く伸びていて、雨の日でも濡れずに移動できるのが助かるね。ノクティやバスターミナルにも直結していて、多くの人が行き交う溝の口の玄関口になっています。真ん中あたりに円筒広場っていう丸い空間がデザインされてるのだ。この円筒広場は川崎市にある久慈円筒分水という歴史的な治水施設をイメージして設計されたそうです。デザインのモチーフに地域の歴史を取り入れているのが面白いね。最近は市政100周年の記念事業でステージも新しく設けられたのだ。マルシェや音楽ライブ、ワークショップなんかのイベントも開かれていて、ただの通路じゃなくて地域の交流の場になってるのだ。冬になるとイルミネーションも行われています。駅前の通路が一気に華やかになります。毎年11月頃から始まっているので、今から楽しみです。こちらが JR 南武線の武蔵溝の口駅なのだ。さっきの円筒広場と同じように、ここも天井の案内板に久慈円筒分水をイメージしたデザインが取り入れられているのだ。南武線は川崎から立川までを結んでいて、東京の南部を横断する重要な路線です。通勤・通学で利用する人も多く、1日あたりの乗降客数は約7万5千人とされています。木調の内装で温かみのある空間になってるのだ。武蔵溝の口駅は1927年に開業した歴史ある駅です。最初は南武鉄道の駅として開業し、1944年に国有化、現在は JR 東日本の駅となっています。ひらりデッキから直結で入れるこの大きな建物がノクティプラザなのだ。ノクティ1とノクティ2の2棟で構成されていて、1997年に完成した駅直結の大型複合施設なのだ。ノクティ1は専門店や飲食店が入っていて、ノクティ2は丸いファミリー溝の口、合わせて駅前のランドマークになっています。ノクティプラザ2の方は丸いだからアパレル中心かと思ったけど、実際に来てみると駅ビルみたいな雰囲気もあったのだ。丸い以外にもカルディや野島電機、無印良品にドラッグストア、フードコートまであったね。このテナント構成でスーパーが入ってないのが不思議なぐらいです。一応近隣のスーパーだと溝の口駅に東急ストアが直結してるし、ペデストリアンデッキを降りればマルエツも近くにあるのだ。そしてノクティプラザ2の11階と12階には川崎市高津市民館、通称ノクティホールがあります。座席数600席のホールでコンサートや演劇、映画、ダンス発表会などさまざまな文化イベントが開催されているんです。動画では閑散としてるように見えるけど、会議室や音楽室、児童室とか複数のホールがこの日も使われていたのだ。しっかり市民が活用している場所なんだなって思いました。さらに12階から階段を上がると屋上広場があるんだけど、この時は残念ながら閉鎖されていたのだ。期間限定の閉鎖なのかたまたまだったのか、ちょっと残念だったのだ。このノクティプラザ、1997年の完成当時は溝の口のイメージを一新する起爆剤になったって言われています。駅前再開発でこれだけ大規模な複合施設ができたことで、本当に溝の口の印象が変わったんでしょうね。
再開発で誕生したシンボルとして今でも溝の口の顔になっているのだ。ペデストリアンデッキを降りて歩いて数分のところにあるのがこの文教堂溝の口本店なのだ。文教堂といえば全国に展開している大手の書店チェーンですが、ここ溝の口本店はその中心となる店舗なんです。4階建てのフロアに一般書から専門書、雑誌、文具まで幅広く揃っていて、本好きにはたまらない空間ですね。専門書の品揃えも充実していて、学習用の参考書とか専門的な本も探せるのだ。大型書店っていうより中型クラスかもしれないけど、このエリアでは一番大きい書店なのだ。建物の正面には大きな木のイラストが描かれていて、外観も目立ちます。駅前の商業ビル群の中でも独特の雰囲気を持った建物でした。建物にはハローっていうプログラミングスクールも入ってたのだ。小中学生向けの本格的なプログラミング教育が受けれるらしいのだ。一旦駅に戻って今度はポレポレ通りに向かうのだ。駅前からまっすぐ伸びる大通りで溝の口エリアのメインとなる商店街なのだ。ここから続いているのがポレポレ通りなのだ。ポレポレっていうのはスワヒリ語でゆっくり、のんびりという意味です。2000年にストリートネームを募集した時に約1100通の応募の中から満場一致で選ばれたそうです。もともと昭和の頃から活気ある商店が立ち並ぶ賑やかな通りで、約250メートルの通りに100店舗以上の専門店が立ち並んでいます。週末には1日約2万人が行き交う活気ある商店街って言われています。今は再開発で街並みも整って歩道も広く歩きやすい雰囲気に変わっているのだ。飲食店、カラオケ、ゲームセンター、ボーリングまで商店街の中に何でも揃ってるのだ。溝の口の町は川崎市高津区の中心として発展してきました。かつては田園地帯でしたが、1960年代以降に急速に都市化が進んで、今では川崎市北部エリアの副都心の一つとされています。駅は東急田園都市線、大井町線と JR 南武線が交わっていて交通の結節点になってるのだ。田園都市線は渋谷から中央林間までを結んでいて、通勤通学で都心にアクセスしやすいのだ。南武線は川崎から立川まで多摩川沿いを横に走ってるから多摩エリアとの行き来にも便利なのだ。だからこそ昼間は渋谷や川崎に通う人、夜は地元に戻ってくる人で、とにかく人通りが多いエリアなんだよね。商店街や駅前に飲食店が密集していて、夜は仕事帰りの人たちでにぎわいます。再開発でできたノクティプラザをはじめ大型商業施設と昔ながらの商店街が両方あるのが面白いのだ。定期的にクラフトマーケットやワクワクマルシェなどのイベントも開催されてるそうです。この通りを歩行者天国にして90店ほどが出店する大きなイベントになってるんだとか。高津区役所もすぐ近くにあって行政の中心地でもあるのだ。さらに少し歩けば専則学園音楽大学や多摩川の自然もあって、都市と文化と自然がコンパクトにまとまっているのが溝の口の魅力だと思います。ポレポレ通りをまっすぐ歩いていくとイトーヨーカドー溝の口店もあるし、本当に生活に必要なものは全部揃う街なのだ。川崎市の副都心としての顔、そして地元に根付いた商店街の顔、その両方を持っているから歩いていると多様な人の暮らしが見えてくる感じがしました。ポレポレ通りを抜けて線路を越えた南側にあるのが久本神社なのだ。専属学園音楽大学への途中にある地域に根ざした神社です。明治6年に久本村内にあった4つの神社を合祀して創建されました。もともとは神明社、杉山神社の上社と下社、それに八幡社の4つの神社があったそうです。4つの神社を1つにまとめたのだ。御祭神は天照大神で、御利益は開運承福、恋愛成就、縁結び、地域安全とされています。合祀前の各神社の創建年はわからないそうですが、周囲に点在する遺跡との関連から古来より長く鎮座していたと考えられているんです。古い時代から地域の人たちに大切にされてきた神社なのだ。現在は溝の口神社の兼務者になっていて、御朱印も溝の口神社でいただけるそうです。地域で元旦や節分なども行われて、地域住民に親しまれているそうです。境内は広くはないけど鳥居や社殿がきれいに整備されているのだ。周囲は木々に囲まれていて
静かな空気が流れてたのだ。久本神社のすぐ正面、道路を渡ったところにあるのが洋食とドリアの老舗カフェファームンなのだ。開店5分前に着いたけどすでに行列ができてるのだ。人気店なのがよくわかるのだ。ドリアが美味しいお店として地元で有名なんだとか。主婦グループの方が多かったですが、カウンターには男性の一人客も数人いらっしゃいました。それに予約客もいるみたいで、かなり盛況でしたね。カウンター席に座らせてもらったのだ。幅も広いし奥行きもあるからカウンターの狭さは全然感じないのだ。今回はランチのカレークリームチキンドリアを注文しました。ミニサラダとドリンクがついています。サラダはシャキシャキのレタスや玉ねぎに鮮やかなオレンジ色のドレッシングがかかっていて彩りも良いのだ。コンソメスープは優しい味わい。そしてメインのドリアがこちら。表面がこんがりと焼けたチーズが乗ってて美味しそう。スプーンを入れると中からトロトロのソースが現れて熱気と香りが一気に広がります。いただきます。美味しい。カレー味だけどクリームの味もしっかりしててまろやかなカレードリアなのだ。スプーンですくってみると中から鶏肉がゴロッと出てきます。玉ねぎの甘みも感じられて焼けたチーズも香ばしくて美味しいです。見た目以上にボリュームがあるのだ。大盛り無料だったけど普通盛りにしてたんだけど、それでもかなりボリュームがあってお腹いっぱいになったのだ。チーズの香ばしさとまろやかさが最後まで楽しめて飽きることなく食べきれました。食後のアイスコーヒーはすっきりとした味で濃厚なドリアを食べた後にぴったりだったね。ファームのすぐ横にあるこの大きなキャンパスが専属学園音楽大学なのだ。溝の口駅から徒歩10分ぐらいの場所にあるのだ。私立の音楽大学で溝の口が音楽の街と呼ばれる理由の一つでもあります。年間200回を超える演奏会を実施していてとても活発な音楽活動が行われているんです。年間200回とはすごい数なのだ。毎日のようにどこかで演奏会をやってるってことなのだ。そうなんです。オーケストラ、吹奏楽などのクラシックからロック、ジャズ、ミュージカル、声優アニメソングまで本当に多彩なコンサートが開催されています。キャンパス内には世界最高の音響を目指した前田ホールや最新鋭の設備を備えたブラックホールなども完備されているそうです。音楽を学ぶための環境がしっかり整ってそうなのだ。溝の口駅からのアクセスも良いし学生さんたちにとって便利な立地なのだ。学生たちの演奏を気軽に聴けるのはこの街ならではの魅力ですね。商業施設や商店街だけじゃなくこういう文化施設があるのも溝の口の面白いところなのだ。音楽大学から駅に戻って今度は西口の方も見てみましょう。東口とは全く違った雰囲気のエリアが広がっています。東急溝の口の改札を出て西口に降りるとすぐ目の前にあるのだ。こっちはこれまで見てきた場所とは全然違う雰囲気なのだ。アーケードがあって細い通りに小さなお店がずらっと並んでるのだ。東口が再開発されたエリアだとすると西口は昔ながらの飲み屋街が残っている場所という感じですね。溝の口と聞いてこの辺りの風景を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。昭和の雰囲気が色濃く残っているのだ。ノクティプラザやペデストリアンデッキのおしゃれな景観とのギャップが激しくてまるでタイムスリップしてきたみたいなのだ。建物の作りや看板の雰囲気に今の整った駅前とは違う時間の流れを感じます。昼は静かでも夜になると仕事帰りの人たちでにぎわう飲み屋街としての顔があるんです。昼間だからお店は閉まってるけど夜の活気はきっとすごいのだ。駅から出る方向を変えるだけで新しい溝の口と古い溝の口、その両方を体感できるのは面白いですね。一旦駅まで戻って今度は北側のエリアにある溝の口神社に向かうのだ。しかし溝の口結構雰囲気が変わったと思うのだ。数年前に溝の口駅に来た時は西口商店街だけでなくポレポレ通りや街全体ももっと雑多でごちゃごちゃした印象でしたがかなり綺麗な街になったと思います。活気の中にも少しごちゃごちゃ感があったのだ。西口商店街みたいな雰囲気がもうちょっと街全体にあったような気がするのだ。
再開発や街の整備が進んだんだろうね。昔からのにぎわいは残しつつ、今はより歩きやすく住みやすい街になったと思います。そして到着、溝の口神社なのだ。かつては赤城大明神と呼ばれていて、明治の神仏分離の際に伊勢神宮から御分霊を迎え、現在の社号に改められました。それ以来、溝の口の総鎮守として地域の人々に親しまれてきた神社です。境内には大きな木がたくさんあるのだ。とても立派なのだ。樹齢500年以上の長寿欅や樹齢300年以上のクスノキなど、大木が残っていることでも知られています。親子クスノキやタラチネのイチョウなど、家族に関するご神木もあるそうです。500年以上、江戸時代よりもずっと前からここにあるのだ。ご祭神は久本神社と同じく天照大神、厄除け、安産、子育て、縁結び、家内安全などのご利益で知られています。毎年夏の例大祭や初詣、節分などには多くの人が訪れて、地元の人にとっては心のふるさとのような場所。年間を通して20万人以上が参拝に訪れるとも言われていて、地域に深く根付いた存在になっています。地域の人たちにとって大切な場所なのがよくわかるのだ。境内は溝の口駅の近くとは思えないぐらい広くて見どころが多い場所なのだ。溝の口の歴史を語る上でも重要な場所なのだ。最後に立ち寄ったのはカフェナドックなのだ。1974年創業の老舗カフェで2016年に移転して今の場所になったそうなのだ。もう50年も続いている老舗なのだ。店内は木目調のインテリアにレンガの壁、そこにジャズが流れていてとても落ち着いた雰囲気でした。常連さんらしきお客さんも多くて、地域に根付いているお店っていう印象です。今回は期間限定の水出しアイスコーヒーを注文したのだ。しっかりした苦みがあって暑い夏にぴったりの味だったのだ。アイスコーヒーを飲みながら店内を眺めていると、時間の流れがゆっくりになるような感覚でした。大人の隠れ家的な空間です。今日は川崎市の副都心溝の口を歩いてきたのだ。駅前にはノクティプラザやポレポレ通り商店街があって、人の流れが絶えない賑やかなエリアでしたね。一方で歴史や文化を感じられる落ち着いたスポットも残っていました。再開発で小綺麗な街になったのも新たな溝の口の魅力だと感じたのだ。どんどん整備されていく一方、地域に根付いた神社や老舗も共存していて、街歩きの楽しさがぎゅっと詰まった一日だったのだ。交通アクセスも抜群で、田園都市線で渋谷まで直通、南武線で川崎や立川方面にも行けて、本当に便利な立地です。江戸時代から交通の要衝だった歴史が現代でも生かされてるんですね。というわけで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。動画作りの励みになるのだ。